なおさん、案件だからって大げさな、って思うかもしれませんが、ガチです。Gadget Budget。皆さんこんにちは、ガジェットバジェットのなおです。イヤーカフ型イヤホンの戦国時代が始まっています。オーディオメーカーの老舗は JVC ケンウッド、ソニー、JBL、ボーズ等から、そしてアンカーやファーウェイ等の IT 関連メーカー、ダイソー、スリーコインズ等のプチプラ業界も参戦しており、まさに群雄割拠。激しい耳の争奪戦が日々繰り広げられています。今回、そんなイヤーカフ戦線に一石を投じるサウンドピーツ社より新製品をご提供いただきましたので、レビューしていきたいと思います。サウンドピーツ様、案件のご依頼、ありがとうございます。なんと、すでにイヤーカフ型を出していますが、ユーザーの要望や意見を取り入れ、改良を施したアップグレード版です。特に私の大好物、低音に力を入れたのだとか。オープンイヤーの最大の泣きどころでもある低音をどのように強化したのでしょうか。これはとても楽しみ。早速開封していきましょう。来ました。ハイレゾマークに LDAC。この時点でもう期待値上がります。箱は英語表記ですが、しっかり技的マークもありますね。サウンドピーツ UU イヤーカフの後継機UU2、2026年4月20日に発売されたばかりの最新イヤホンです。全モデルから 3.2dB の音圧アップがされていて、特に低音がすごいとの話。低音、冒頭でも話した通り、オープンイヤーはどうしても低音に弱いんですよ。カナル型やオーバーイヤーヘッドホンと耳栓のように音が逃げないような構造のものは直接鼓膜に低音が届くため、しっかりとした低音が得られます。ところが耳掛けタイプやイヤーカフ型は音が密閉されることはなく、反射してきた音や回り込んできた音とイヤホン本体から出る音で打ち消し合うキャンセルが発生し、音が弱くなってしまいます。ノイズキャンセリングのような状況ですね。これはもうLDAC だとかハイレゾだとかの話ではなくて、もう構造的に仕方がないポイントなんです。それでもなお果敢に低音を強調してきた UU2、 一体どんなサウンドなのでしょうか。まずはアクセサリーから確認します。ユーザーガイドは日本語対応。そしてアプリのダウンロードガイドです。同社のアプリにはピーツオーディオというアプリもあるようですが、必ずサウンドピーツアプリを使用してくださいね。あ、ピーツくん久しぶり。X でフォローしたよ。ではケースを見ていきます。正面に LED、 側面には Hear the Difference、 背面にはタイプ C ポート、そして側面に物理ボタン。ケースを開けます。おお、ピアノのような光沢のあるブラックがかっこいい。空張りはブラックのほか、ブルーにベージュもあります。ハウジングは大きめに見えますが、装用感はどうでしょうか。おっと、アクセサリーまだありましたね。A to C の USB ケーブル。これで全部ですね。絶縁を剥がして重さを測ります。ケース込みで 48g、 片耳 5g です。さてさて、比較のため以前このチャンネルでもレビューしたイヤーファンクリップを持ってきました。価格も性能も近いものがあるのではないでしょうか。ケースは本当にわずかですが、サウンドピーツの方が大きめです。しかし本体ハウジング部はイヤーファンの方が大きい感じです。どちらもクリップ部は細く、付け心地は良さそうですね。ではスペック、ドーン。はい、来た。ドーン。ドライバーは 12mm のダイナミック型。周波数帯域は 20Hz から 20,000Hz だけど、ハイレゾワイヤレス対応だ。最近このパターンをよく見かけるな。
メーカーのスペックとハイレゾ認定団体の物差しが違うからこういうことになるのかな。Bluetooth バージョンは6。コーデックは SDC、AAC、LDAC の3つ。LDAC が有効でもイコライザーが使えるぞ。持続時間は音量やボタン操作なんかでも変わってくるからあくまでも参考値だ。IPX は5。シャワー程度の防水なので雨の日でも安心だ。その他の主な機能は見ての通り。ウェブ会議やゲームにも使えるぞ。もちろんマルチポイントにも対応だ。ただしマルチポイントを使う場合は LDAC は使えないぞ。さあ、あとはサウンドだ。今回サウンドピーツさんは特に低音にこだわっており、さらに全モデルから音圧アップも図られているらしい。オープンイヤーで低音。イヤーファンクリップとの比較も知りたいな。ファ、ミュージック、スタートだ。エイジングは数時間ずつ合計20時間ほど行いました。この UU2 イヤーカフは LDAC 使用時でもイコライザが使用でき、プリセットから選んだりカスタムすることができますが、視聴時は LDAC のみ有効、イコライザはオフでテストしてみました。ではまとめていきます。まずはデザインですが、この価格帯で3色のカラバリがあり、 UV、ナノエキシマ、スキンフィールコーティングによる高級感のある加工がなされています。見た目もポップさと高級感が両立していていいですね。続いて装用感。正直耳の形は人により千差万別なので、つけた感じのフィット感は何とも言えないポイントではありますが、私にとってはつけ心地が良かった点に加えて、オープンイヤーであるため耳疲れ、音疲れが非常にしにくいと感じました。カナル型やオーバーイヤーで耳をがっちり塞ぎ、低音をズンズン鳴らしていると音は良くてもどうしても疲れてきてしまうんですが、イヤーカフ型ならその心配はなさそうです。心地よく外音とクオリティの良い音が混ざり合う、とても新鮮な体験ができます。メガネ、マスクとも干渉しないのもいいですね。では音質です。全体的にクールすぎず、ウォームすぎず、バランスがちょうど良いです。高音は弱すぎず刺さらない、心地よい音です。左右の定位もしっかり聞き取れます。中音域もいいですね。高音や低音にうずもれることなくボーカルの声がしっかり聞こえます。驚いたのは低音です。なぜこんな音が出るのかと未だに不思議に思います。グレンゲのサビテマイ4小節、僕を連れての部分、力強いディストーションギターのバッキングがありますが、私の脳を揺らしに来ました。オープンイヤーでこの音出る？嘘だろう？思わずイヤホンを外して二度見した瞬間です。イヤーファンクリップの倍以上、低音は分厚く感じました。他にもオープンイヤーのイヤホンは持っていますが、こんな音は聞いたことがありません。なおさん、案件だからって大げさなって思うかもしれませんが、ガチです。もはやながら聞きの域を超えていますよ。静かなところだとイヤーカフ型であることを忘れてしまうくらい没入感があります。これでさらに EQ かけれるというのだから、いやはやサウンドピーツさん脱帽です。改造感も優秀です。LDAC に対応していてハイレゾマークがついているのだから当然でしょうと思われるかもしれませんが、 UU2 の価格とイヤーカフ型であることを考えるとすごいことだと思います。バッテリーも申し分なし、これだけあればケース併用で1日使い続けられますし、急速充電にも対応しているので安心です。またケースは左右気にせず収納充電できますが、どっちが L で R かわからなくなるのではと心配しました。ところがこれもびっくり。 LR は自動判別され、どっちでも正しくステレオが再生されます。ただし物理ボタンは上になったり下になったりするので注意ですね。ノイズキャンセリングはマイクに ENC がついています。マイクは片側に搭載されていて Web 会議でも問題なく使用可能。感度も良好です。加えてスペックにはない良い点として、通知音が鳴るときはアテネーターが効いて音楽の音量が下がり、通知音がしっかり聞こえるので、この点も安心ポイントです。それから物理ボタンの操作性も丸。タッチ操作でありがちな髪の毛を耳にかける動作で音量が上がったり下がったりする心配はありません。総じてコスパは最高点です。
この価格で UU2 に匹敵する製品はあるのでしょうか？デメリットは、そうですね。一般的なオープンイヤー型の弱点となる音漏れの心配くらいです。それくらいしか見当たりません。特にこの製品、スマホの音量を上げていくと相当大きな音が出ますので、電車内等は音量に注意してくださいね。いかがだったでしょうか？ UU2 は軽快な装着感とハイレゾ対応の高音質を両立した非常に完成度の高いイヤーカフ型イヤホンです。長時間の作業中や家事をしながら良い音で音楽を聴きたいという方には間違いなくおすすめできる一台です。今回もサウンドピーツ様より期間限定でクーポンコードをいただいています。気になる方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。異次元の低音、Hear the Difference